1年間新商品に気づいていなかったぞ。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。今回は、中華の暗黒麺、センファーから、発売から約1年越しに、センファー KP616 を紹介しよう。なんでこのタイミングで紹介するのかというと、単純に僕が掴んでいなかったから、ということもあるんだけど、最近、小径小型のエントリーイヤホンが各社から発売され、おおむねかなり好印象を受ける仕上がりになっていたので、怪しいブランドの怪しいスペックの小径機はどんなもんだろうか、と思ったからだ。とはいえ、センファーの音質には、それほど不安感は感じない。まずはセンファーを知らない人のために、どんなブランドかをさらっとおさらいしてみようか。センファーは、ハイブリッドが流行する前に、センファー UE という、思いっきりアルティマティアーズの衣装を引っ張ってきたベリリウムコートイヤホンから、国内の知名度を上げたブランドだ。その後も、KZ などの、現在のメインプレイヤーに先行して、ハイブリッド型である、センファーユーズまたアルティメットイヤーズのパクリとか、その他の亜鉛合金系ハウジングによる、金属製ハイブリッドイヤホンやら、時にはソニーの外装を引っ張り、時には同じ中国系ブランドのシンゴットのブランドをパクリ、さらには、外装がやたらビカビカしてたり、メッキの仕上げが明らかに雑だったり、それでも、なぜか今でも生き残っている、古参の中華低価格ブランド、と言っていいだろう。生存の理由の大半は、その音質的技術力の方にある。その代わりに、誕生から今の今まで全く変わらずに外装に神経を二重の意味で割いていない。せっかくの技術力をアングラ感しかない外装で台無しにする、ある意味古の中華イヤホンの形を保つ、シーラカンスみたいなブランドだ。最近も、同じ中国系の正統派ビオン系イヤホンブランド、ムーンドロップの看板娘を、時空の間に巻き込んだような骨格に再形成して、パッケージに採用した DT6 を販売して、パクリ元の社長に F ワードをダイレクトにぶん投げられてたりしてたな。怒られろ。お絵描きが趣味の一個民から見ても気骨が砕かれてたように見えたけど。この話はやめておこうか。そんなわけで、中華イヤホン界のパンドラの箱みたいなブランドであるセンファーなんだけど、今回紹介する KP616 は、おそらくデザインの模倣元はない。はず、少なくとも自分が知る限りではないので、知ってる人は教えてくれ。また一つ悪い意味でセンファーを好きになれるから。そんな真っ黒ブランド、センファーから発売された KP616 なんだけど、低価格機として魅力的な特徴を備えている。すなわち、何の優位性もないように思う謎の延長された MMCX コネクタ部分と、それから、後継、素材ともに魅力的に感じるドライバ部分だ。このイヤホンは、2022年に流行している、小型ドライバを採用し、小さくまとまった、エントリー機に近い構造を持っている、寸胴構造の外装に、小型のドライバが一発収まった1ダイナミックドライバイヤホンで、耳へのダイレクト感が期待できるはずだ。さらに、それらのイヤホンが、自社開発、あるいは共通ドライバに限らず、6mm のドライバを採用している、と交渉する中で、この KP616 は、さらに一回り小さい 5mm のドライバを採用している。たかが 1mm、されど 1mm、単体のダイナミックドライバとしては最小クラスの 6mm よりも、15% 以上小さな 5mm のドライバは、果たしてバランスの取れた音を出すことができるんだろうか。加えて、このイヤホンは、カーボンナノチューブコートが施された、高質で反応の良い素材の振動板を採用するんだ。この歌い文句が気になったので、購入してみることにした、というわけ。カーボンナノチューブコーティングが施された振動板は、通常の樹脂系振動板に比べて、高質で、反応が良いことを売り出すイヤホンが多い。加えて、このイヤホンの振動板は 5mm と小さいので、小さければ小さいほど反応は良くなり、高音域がよりくっきりと聞こえやすくなるモデルが多くなっていく。一方で、ドライバ自体が小さいので、より低い周波数。つまり、低音を出すのが苦手になっていく。そのバランスがうまく取れる限界が 6mm。サブベースの量感を考慮すると、個人的には 7mm、8mm 以上の方が、臨場感が出るイヤホンが多い気がする。そんな、高音特化のドライバーを持つイヤホン、というだけでも、極端なものを聞いてみたい低価格好きにとってはワクワクする仕様なわけだ。このドライバーを単純な構造で覆う、筒状の外装部分は、重量のある亜鉛系合金製の金属製鋳造品だと思われる。鋳造品のハウジングは、削り出されたものに比べて外観のエッジが鈍くなりやすいという印象があるんだけど、KP616 はエッジを強調するようなものではないので、この鋳造成形の弱点は感じられないな。表面にはメッキが施され、低価格感を感じない仕上がりになっているぞ。背面はメッシュベント。もしくは、メッシュベントに見せかけた装飾の上から、左右が識別しやすい青と赤のカバーが施される。このカバーは角度などの指定がないようで、個体によって盛大に角度がずれる。なんというかこういう雑なところにセンファー味を見出すな。こういう突っ込みどころを見つけてキャッチャできるタイプの変人鬼人にだけ購入をおすすめするぞ。
装着方法は言わずもがな。耳に押し込むだけのタイプだけど、ケーブルを耳の上に引っ掛けて、耳掛け風にして使用することもできる。ただし、無駄に MMCX 部分が本体から引き離されて延長されているので、地味にめんどくさい使用感だ。これはデザインとのトレードオフだな。ちなみに、本気ではないんだけど、センファーの MMCX プラグは精度が驚くほど悪く、一度付属ケーブルを差し込んで外そうとしたら、本体側プラグごとずるりと抜けてしまったことがある。たった5年前にそんなイヤホンが存在してたあたりも、中華イヤホンの香ばしいところだ。そんなわけで、商品見本は綺麗に見えるんだけど、なんか変なつぶつぶとかがハウジング表面にあっても、まあセンファーだし、で流されるような外装仕上げ。でも、本気に期待しているのはそこじゃない。重量のある、亜鉛合金系ハウジングに、超小型の 5mm カーボンダイナミックドライバー。その組み合わせによって生じる音色について、聞いていこうか。この価格にしては十分ありだと思う。カーボンコーティングが施された振動板は、高音が明るく、意外にもある程度低音にも対応できてる。ただ、低音側に量感を持たせようとした結果か、高音側がちょっと引きずられていて、目が覚めるような高音域側のキレは期待できなかった。確かに、高音域側には明瞭さを感じる、カーボン系ダイナミックドライバーの印象を感じるんだけど、おそらく、低音域側を強調するためのハウジングデザインのせいか、低音は量感がある程度十分なんだけど、その増幅感が中音域あたりにまで被っていて、全体的にカーボン系ダイナミックドライバーらしからぬ厚みと余韻を持つ音色になっている。重量のある金属ハウジングは、アルミ系などの軽量な金属合金外装に比べて、高音の伸びを抑制する印象が強いんだけども、それだけに限らず、小径器で低音域を強調させたい、という理由から、中音域あたりがいまいち明瞭になりきれないんだよな。それでいて、高音域はある程度明瞭で、カーボン系っぽい印象もあるので、カリカリの分離感を感じさせるように思いきや、低音の増強のために結構改造感を捨てている、という、バランスよく仕立てた結果、10mm のカーボンダイナミックドライバーなどに近い音色なんだけど、中音域以下を無理に密閉させて増幅させていない大型カーボンダイナミックドライバー機に比べて、いまいち改造感が高くない、というバランスに仕上がっている。10mm ダイナミックドライバーが苦手としている高音域を、小型ドライバー並みに鳴らす、カーボン系コーティングを、小型ドライバーに合わせた結果、小型ドライバーの低音を増幅させても違和感がないように仕上げられてるけど、10mm ダイナミックドライバーに比べて、小型ダイナミックドライバーの魅力がそがれる、という、なんとも残念な結果になった。せめて、5mm ではなく 6mm だったら、このメリットとデメリットのバランスが取れたのかなと思ったりもするな。このイヤホンは、超小型のドライバーに、低音を持たせるために、ハウジングデザインを改良し、その結果、超小型ドライバーの売りである、高音域の明瞭さ、キリと出るメリハリの表現が失われたので、そこにさらにカーボン系コーティングをドーピングしたような仕上がりに聞こえる。それでいて、重量のある金属製の外装と、MMCX 部分のデザインを取り込んだ結果、5mm ダイナミックドライバーが持つ、圧倒的優位性である、軽さ、小型さなどの魅力もいい感じに相殺されてる印象だ。1年間あんまり取り上げられなかったのはここら辺が理由かな？加えて、低音側をブーストしているんだけど、純粋なドライバーサイズはあいにくと 5mm なので、一見厚く見える低音域も、サブベースに関しては明らかに出ていない。これらを総合すると、温かみが欲しい人は、最初から 6mm 以上の、一般的な樹脂製振動板を買うのが正解で、明瞭に聞こえるカーボン系ダイナミックドライバーが聞きたい人は、10mm くらいの市場にいくつか出ているタイプの方がおすすめだ。本気の場合、5mm とはいえ、この価格帯でカーボンコーティングのイヤホンが買える、というところが売りなんだけど、色々と無理して、小径の良さ、カーボン振動板の良さを無難に丸めてしまっている気がする。お値段は上がってしまうが、ハートミラーやトリポーインミールといった、10mm クラスの方が何かと満足度が高いように思える。入手性も高いし、数も出ているので、よかったら、HZ などの他のブランドに挑戦してみてくれ。と、こんな感じだな。というか、あともう一歩な感じがある。中音域の表現などについては、チューニングでマイルドにしている、というよりも、小径器を無理にブーストしてる感が拭えないんだよきっと、またしばらくぼんやりしていれば、この構成にリベンジするものが現れるだろう。とはいえ、現状、安くて小さくてカーボンナノチューブ、という、夢のようなイヤホンは、スペック的に存在しても、音質的には望めない、ということは分かった。センファーのハイエンド品はこういったアンバランスさは感じないので、値段なり、ということなんじゃないかなと感じるな。といったところで今回はここまで、個人的に小径はウェイストドラムとかが、そして、カーボンコーティングダイナミックドライバーはトリポーインミールとかハートミラーがおすすめだぞ。